こんにちは、クリエイターの皆さん。今回はですね、皆さんの創作活動がもしかしたらガラッと変わっちゃうかもしれない、そんな AI 時代の新しい執筆ツール、物書きマイスターを一緒に見ていこうと思います。いやー、これ、頭の中のアイディアを形にする上で、まさに最強の相棒になってくれそうですよ。このツールの何がすごいって、小説家からゲームのシナリオライターまで、あらゆる物語の人のために、たった一人の開発者の方が作ってるってことなんです。つまり、現場の悩みをもう痛いほど理解している人が作った、まさに書き手による書き手のための究極のアウトラインエディターなんですよね。これ、開発のきっかけが、もうクリエイターなら、わかるーって叫んじゃうような悩みから始まってるんです。たくさんの章をサクサク編集したいし、デザインはごちゃごちゃしてないのがいい。そして何より AI と一緒に文章を書くのが当たり前になったこの時代に本当に使いやすいエディターが欲しいと。この切実な思いが全部詰まってるんですよね。というわけで、今回の解説では、物書きマイスターの基本的な使い方から、AI を使った驚きの機能まで、この6つのステップでその魅力をもう隅から隅まで見ていこうと思います。はい、では早速行きましょう。セクション1です。物書きマイスターってそもそも何者なのと、他のツールと比べて一体どこが違うのか。まずはその核心に迫っていきます。これが物書きマイスターのいわば心臓部ですね。見てくださいよ。プロのプログラマーが使うようなめちゃくちゃ高性能なエディターがベースにあって、で、複雑な話の構成もパッと見てわかるツリービュー。そして、ここが肝なんですけど、物語のためだけにチューニングされた AI 機能。いやー、これだけでもすごいのに、コマンド操作とかテンプレート、縦書きプレビューまで完備されてるんですよ。もう作家の、これ欲しかったが全部入りって感じですよね。はい、ではセクション2です。なんかこう、いろいろ機能があって難しそうって思ったかもしれないですけど、全然大丈夫です。最初の5分でできる、本当に基本的なところから一緒にやってみましょう。これだけでこのアプリの、便利だなっていうのがすぐわかるはずですよ。このアプリを使いこなすための最初の、そして最大の鍵がこのマークダウンです。左側ってただのメモ書きですよね。でも右側を見てください。ハッシュっていう記号を使ってるだけ。たったこれだけでアプリ側が、ここが見出しか、これは章のタイトルだなって賢く理解して、どんなに複雑な物語でも全自動で整理整頓してくれるんです。いやもう魔法の記号って言ってもいいくらいですよね。で、こちらがメインの画面になります。どうです？すごくシンプルですよね。左側にあるのがさっきのマークダウンで綺麗に整理された物語の骨組み。これがツリービューです。で、真ん中が実際にガシガシ文章を書いていくエディター。そして右側が僕たちの執筆をサポートしてくれる賢い AI パネル。この3つがね、うまく連携して創作を助けてくれるっていうわけなんです。ここで一つだけ大事なキーワードを覚えておきましょう。それがノードです。難しく考えなくて大丈夫です。要は物語を構成する一個一個の部品だと思ってください。例えば第一章っていうファイルとか、登場人物 A さんの設定シートとか、舞台になる街の地図とか、これら全部が一つ一つのノードなんです。この部品をツリービューでパズルみたいに自由に組み替えられる。これがこのツールのめちゃくちゃ強いところなんですよ。さて、お待たせしました。ここからが本番ですよ。物書きマイスターの目玉機能、統合された AI が皆さんの執筆スタイルを一体どう変えてくれるのか、じっくり見ていきましょう。AI の使い方はですね、賢く2種類を使い分けるのがコツになります。まず、左のチャットパネル。これはもう何でも相談できる頼れる相棒って感じですね。例えば、このキャラなんかパッとしないんだけど、どうしたらもっと魅力的になるかなみたいなふわっとした相談にぴったりです。それに対して右のターミナルパネルは、決まった仕事をきっちりこなす専門家。この文章ご自立時ないかチェックしてとか、この部分100文字で要約してみたいな具体的なお願いをするときにめちゃくちゃ活躍します。で、AI に具体的に何をお願いできるかっていうと、例えばこんな感じです。いやー、見てくださいよ。ただの翻訳とか構成だけじゃないんですよ。ネーミング提案なんて、もうキャラクター名で一番中悩むなんてことがなくなっちゃうかもしれないですよね。あと、個人的に、これすごいって思ったのが、このチャラコマンド。
物語が長くなってくると、あれこのキャラの目の色って何色だっけ2回に設定を忘れちゃったりするじゃないですか。それを AI がちゃんと覚えててすぐに教えてくれるんですよ。便利すぎますよね。AI と上手にお付き合いする上で、一つだけ知っておくと便利なのが、このコンテキストっていう考え方です。簡単に言っちゃうと、AI が一度に覚えておける会話のキャパシティみたいなものですね。僕たち人間も話が長くなると、あれ最初何の話してたっけってなっちゃいますよね。AI も実はそれと一緒なんです。で、このアプリのすごいところは、その記憶のメーターが今どれくらい使われているかが一目でわかること。だから、そろそろ AI が混乱しそうだから、一度話をリセットしよう、みたいに賢く対話を進められるわけです。そして、これこそが、このアプリの AI がただものじゃないっていう証拠です。見てください、この画面。女王の設定を教えてって聞いただけで、AI がプロジェクトの中に散らばってるもう膨大なメモの中から、ピタッと的確な情報を見つけ出して、しかも要約までしてくれるんですよ。いや、これはもうただの文章作成ツールじゃないですよね。あなたの作品世界を隅から隅まで知り尽くした、まさに専属のアシスタントがそばにいる、そんな感覚です。さあ、どんどん行きましょう。セクション4です。ここからは、このアプリをさらに一歩深く、あなただけの完璧な執筆ツールに育て上げていくための、ちょっと上級者向けの機能をご紹介します。まずはこちら、アプリコマンドラインです。これ、キーボードから手を離さずに、まるで魔法の呪文みたいにコマンドを打ち込むだけで、アプリのいろんな機能を呼び出せるんです。普段からタイピングに慣れてる方なら、もう思考を一切止めずに、ものすごいスピードで作業を進められるようになりますよ。そしてもう一つ、個人的にこれが本当に強力だと思っているのが、テンプレート機能です。例えば、新しいキャラクターを作るたびに、毎回、名前、年齢、性格って項目を手で打ち直すの地味に面倒じゃないですか？この機能を使えば、キャラクターシートみたいな決まった形の文書のひな形を1回だけ作っておけばいいんです。あとはいつでも一瞬でそのひな形を呼び出せるようになります。じゃあ、実際にどうやって作るのか見てみましょうか。まずステップ1、テンプレートに含めたい項目。ここでは例えば基本情報っていうノードの名前を入力して追加します。簡単ですよね。続いてステップ2ですね。今作った基本情報の中にあらかじめ表示させておきたい内容を書き込んでおきます。例えば名前コロンの後ろにカッコをつけたり役割とか。後で自分が書き込みやすいように空欄を用意しておくイメージです。そしてこれを保存すれば、はい、見てください。これで完成です。いつでも呼び出せるあなただけのオリジナルキャラクターシートが出来上がりました。これがあれば新しいキャラクターのアイディアが浮かんだ瞬間にもう迷わず設定を書き始められますよね。めちゃくちゃ効率的です。さて、ここまで物書きマイスターの本当にすごい機能をたくさん見てきましたけど、最後にセクション5としてこのアプリのメリット、それから使う上でちょっとだけ心に留めておいてほしい点、これをバランスよく整理しておきたいと思います。要点をまとめると、このツールの強みはもう間違いなくこの3つ。プロ仕様の高性能なエディター、執筆のためだけに作られた賢い AI、そして自分好みにどこまでも変えられる高いカスタマイズ性。一方で、一つだけ知っておいてほしい大事なことがあります。それは、このアプリがまだプレビュー版だっていうこと。つまり、完成品じゃなくて、僕たちユーザーの意見を取り入れながら、まさに今この瞬間も進化し続けてるってことなんです。なので、将来的には一部の機能が有料になる可能性もありますけど、それは裏を返せば、それだけの価値のあるツールに成長していくっていう証拠なのかもしれないですよね。さあ、いよいよ最後のセクションです。物書きマイスターが単なる文章の整理から AI を使った執筆のサポートまでいかにパワフルなツールかを見てきました。では、こういうツールが登場することで、僕たちの書くっていう行為そのものはこれからどう変わっていくんでしょうか。AI とここまで深く連携した新しい時代のアウトライナー。これってあなたの創作プロセスを今までで一番整理されていて、そして何よりクリエイティブなものに変える、その鍵になるかもしれません。このツールがあなたの頭の中にある物語に一体どんな翼を授けてくれるのか、ぜひちょっと想像してみてほしいなと思います。今回の解説はここまでとなります。最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。